皆さんこんにちは、おちょさんです。本日はコメント欄で特に要望の多かった、工具紹介をやっていきたいと思います。先日ツイッターの方で私が普段動画で使っている工具で何か気になるものございますかというふうに、皆さんに質問をしましたら、結構いろんな工具を教えてほしいというふうにご要望がありましたので、結構すごく量があったのでね、今回はハンドツール編ということでちょっと何回かに分けて、紹介の方をしていきたいと思います。まず一番最初にご紹介するのは、一番コメントでこの工具教えてくださいと要望が多かったこちらの2点になります。じゃーん、こちらです。じゃじゃん。こちらの工具を披露したのは割と最近だと思います。Z とスイスポにナビをつけた時にこの2つの工具を動画内で使っていたと思うので、割と使い出したのは最近かなと思うんですけれども、まずこちら青い方が、アイウィスさんのラチェット式ギボシ圧着ペンチでございます。で、こちらが同じくアイウィスさんのワイヤーストリッパーになります。この2つ何に使うのかと言いますと、ナビの配線とかで、被覆を向いてギボシを作る時に使う工具になっております。まずこちらのオレンジ色の工具ですね。こちらを握るとカションカションって感じになっておりまして、要はここの真ん中のところに、線を挟んで握ると自動的にこの真ん中の刃の部分が後ろに下がって被覆を向いてくれるというような便利な工具になっております。で、次にこのギボシ圧着ペンチなんですけれども、こちらラチェット式になっております。皆さんがよく目にしたことのある、こういう形をしていて、上にギボシをかしめる部分があって真ん中に被覆を向くところがあるペンチとは違いまして、ラチェット式になっています。で、握ると自分が握って保持したい部分で止まってくれる、そういうようなものになっております。で、これの何がいいかと言いますと、まずこの刃の部分を見ていただきたいんですけれども、よく見るとこの口の中2段になっているのがお分かりになりますでしょうか。こんな感じです。で、ギボシって大体こういう形をしていると思うんですけれども、下に大きい刃の部分があって真ん中に小さい刃の部分があるっていう、2段構成になっていると思うんですけれども、なので通常の皆さんがよく見たことのあるような圧着ペンチだと、1回目まず下の大きい方の刃をかしめて、2回目で真ん中の小さい方の刃をかしめてっていう風に握ってやるのを2回やらなくちゃいけないんですよね。それがこのラチェット式ギボシ圧着ペンチだと、1回ギュッと握るだけで両方とも刃をかしめてくれるので、一発でギボシを作るのが終わるという、めちゃめちゃ優れものになっております。なのでワイヤーストリッパーでカショッと被覆を向いて、その後ラチェットペンチにギボシをセッティングして握るだけで一発で配線のギボシ作りが終わるという、この2つを組み合わせることでとてもスピーディーに、配線作業が終わるという便利なものになっております。ちなみにこのワイヤーストリッパーなんですけれども、この口のすぐ下に見えますか、ちっちゃい口もついてるんですよね。で、ここでニッパーと同じような役割をできます。配線を切ることができるんですね。なのでギボシを作る配線とかの、作業ではこの2つがあればもう大体全て終わります。いちいちニッパーを取り出す必要もないです。それではちょっと口で言っても分かりづらいと思うので、ここにいらない配線があるので、ちょっとこちらを使って実践をしていきたいと思います。この茶色の配線でやっていきます。まずワイヤーストリッパーの小さい顎の方で配線を切ります。そしたらこのワイヤーストリッパーを使って被覆を向いていきます。ちなみにここの頭のシルバー色のネジを回したり緩めたりすると、ここの刃の締める強さを変えられるので、細い配線だったり太い配線に、対応できます。で、この口の中にあるベロみたいな部分ですね、ここで被覆を向く長さを変えることができます。これが横にスライドできますので、自分が被覆を向きたい長さに設定することができます。で、口の中に配線を突っ込んで、はい、こんな感じで被覆が向けました。
こんな感じです。そうしましたら配線を束ねて、次は圧着ペンチの出番です。はい、ではギボシを圧着ペンチにセッティングしていきます。はい、こんな感じで入れ終わりましたら、ギュッてならないギリギリのあたりまで握って保持します。はい、その間に被覆を突っ込みます。被覆じゃないや、配線を突っ込みます。で、いい感じの位置にセッティングできたら、一思いにグッと。そうするともう取れないです。しっかりギボシが出来上がりました。こんな感じです。なので、よく電装品の取り付けとかをご自分でやられる方がいらっしゃいましたら、こちらの工具はすごく便利だと思います。アイビスさんのワイヤーストリッパーと、ラチェット式ギボシ圧着ペンチになります。こちらは概要欄にリンク貼っておきますので、もし使ってみたい方いらっしゃったら、ぜひそちらから購入してみてください。はい、じゃあ続きまして、どれにしようかな。じゃあ次はこちらの工具に移りたいと思います。こちらはクニペックスのニッパーと、ペンチとウォーターポンププライヤーになります。これは3点セットで売っていたものを、私が買いました。握り物はクニペックスなんて言葉を皆さんも聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、非常に使いやすいです。まずニッパーは切れ味がものすごく抜群ですし、ラジオペンチじゃないや、ペンチもすごく握りやすく使いやすいです。で、ウォーターポンププライヤーも結構動画の中でも出してるとは思うんですけれども、これもですね、ここのポッチを押すとこういう風にここの広さを変えることができるので、ラジエーター交換した時とかも結構使ってたんじゃないかなと思うんですけれども、非常に使いやすいです。特に最近はさっきも言いましたけども、ナビの取り付けでニッパーをすごい使う機会があったんですけれども、めちゃめちゃ切れ味がいいのですごくおすすめです。クニペックスのニッパー、ペンチ、ウォーターポンププライヤー、すごくおすすめの工具になってます。続きましてこちらですね、利根のハンディデジトルクです。これも結構コメントで教えてほしいですっていう方がいらっしゃったので、今回持ってきてみました。これ2つあるんですけれども、何が違うかっていうと、ここの口の部分が8分の3と2分の1で、2種類あります。使い勝手がどうですかっていうことと、プリセット型と買うの悩んでるんですけどどっちがいいですかっていうコメントがあったんですけれども、ぶっちゃけて言うと私はプリセット型の方がいいかなと思います。なんでかっていうと、こういう風にラチェットにセッティングしてトルクをかけて使うんですけれども、結構ここの、サイズというんですかねが大きいので、狭いところでトルクをかけたい時なんかは結構このボディの部分が邪魔になってしまって、うまく入らないなっていうことが多々あったので、そういう時にプリセット型のトルクレンチがあるとすごく便利なのかなと思います。ただプリセット型だとやはりすごく大きいものが多いと思うので、持ち運びをしたりとかちょっとしたところで使いたい時とかには、やはりこちらのハンディデジトルクの方が持ち運びやすかったり使い勝手はいいのかなと思うんですけれども、例えば最近やった整備だとブッシュ効果の時に結構狭いところでトルクをかけなくちゃいけない時とかは、こういうデジトルクだとちょっと不便かなっていうところがあったので、どっちもどっちかなと思うんですけれども、職場でも結構プリセット型のトルクレンチで慣れてるので、どちらかというとプリセット型の方が私はおすすめかなと思います。ただね、結構すごく小柄で持ち運びもしやすいですし、なんかサーキットとかそういったのによく行く方とかは、こういうのがあった時にパッとタイヤのトルク締められるんでいいんじゃないかなと思います。はい、続きましてこちらです。スナップオンのスイベルラチェットですね。8分の3のスナップオンのスイベルラチェット。こちらはですね、正規品を私が自分で購入しました。クニペックスと一緒で、これは私が自分で買ったものです。
スナップオンと言いますとですね、工具の王様とも言われている通り、一流ブランド品で例えると、いわゆるルイ・ヴィトンみたいな立ち位置なんじゃないかなと思います。なのでやはり私も憧れでしてね、自分でちょっとスナップオンの工具買いたいなとずっと思っていたので、何かの動画で紹介した時にちょうど買う機会があったので、こちらの8分の3のラチェット買いました。個人的にすごくいいなって思うのは、このグリップの部分がゴムになってて、しっかりこう握って力を入れる時にこうグッと、グリップしてくれるというか、力が入るっていうのがすごくいいかなと思います。あとはスイベルなので、ここの部分がぐるぐる動きます。なのでラチェットでこういう風に緩めた後に位置を変えてくるくるくるっていう使い方もできますし、すごく便利なのかなと思います。あとはラチェットのサイズが結構こんな感じで大きいのでね、私みたいなあまり力のない非力なものでもしっかり力を入れてトルクをかけて回せるっていうところがすごくいいのかなと思います。結構高いんですけれどもね、これから整備やってみたいとか思う方がいらっしゃったら、1本はスナップを持ってても困らないと思うので、是非買ってみるといいかなと思います。あともう一つの推しポイントがあって、ギア数がめちゃめちゃ細かいんですよ。通常のラチェットだとだいたい70ぐらいのギア数だと思うんですけれども、このスナップオンのラチェットはギア数が100ギアになってます。音を聞いてもらうと分かるんですけど、すごく細かいです。こっちの方がいいかな。こんな感じでものすごくギアが細かいので、ギアが細かいのがどういう時にメリットがあるかというと、振り幅が少ないところですね、狭いところとかで、ラチェットを使わなくちゃいけない時に、70とか60とかそういったようなギア数のものだと、1回このカチッカチッってなるまでが、このカチの動きがすごく大きくなってしまうんですね。なのですごく使いづらいっていうところがあるんですけれども、ここまでギア比が細かいとカチ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 ってちょっとずつ締めることができるので、すごく便利なんですね。普通の使い方だとあまりそういったことはないと思うんですけれども、ちょっと手を突っ込んでやらなくちゃいけない狭いところとかで整備をする時にギア比が細かいと、少ない動きで締めることができるので、すごく便利になってます。続きましてこちらです。電動ラチェットになります。こちらも結構コメントでどこのメーカーの使ってますかっていう風に紹介してくださいっていうコメントが結構多かったんですけれども、これちょっと個人的にはあんまり紹介できないものです。なんでかと言いますと、これノーブランド品なんですよ。で、確か1万円ぐらいで買ったらしいので、ちょっと私も詳しいメーカーとかがよく分かってないものになります。で、この電動ラチェットの面白いところが、取れない。よいしょ。このバッテリー部分 28V って書いてあるんですけれども、これ調べると全然 28V じゃないんですよ。こちらに検電テスターがあるので、ちょっと今お見せしようと思うんですけれども、いきますよ。はい、こんな感じで 21V しかありません全然 28V じゃないんですよね。こんなことがあり、あまり商品としてはちょっとどうなのっていうところがあるんですけれども、便利なので電動ラチェットを使ってます。ゆくゆくはね、ちゃんとしたメーカーさんのしっかりしたものを買おうと思ってるんですけれども、なかなかちょっと機会がなくて、今はとりあえずこれで頑張ってます。ちょっとご紹介できなくて申し訳ないんですけれども、電動ラチェットはこんな感じです。最後にレンチ系で何かおすすめのものを紹介してくださいというふうにコメントがございましたので、紹介をしたいと思います。私個人のおすすめとしてはこちらになります。トネの、ラチェット式超ロングストレートメガネレンチでございます。見てわかる通り、この先っちょの部分がラチェットになってます。見えるかな。まずこのメガネレンチの一番のいいポイント、めちゃくちゃ長いということです。なのですごくトルクがかけられます。確かハブベアリングの交換の時とかに使ってたと思うんですけれども、ごめんなさい、ちょっと記憶が定かじゃないんですけれども、マフラーのネジとかマフラーのネジとかドラシャのネジとかを外す時に
結構使ってたと思うんですけれども、やはりさっきも言ったように私男性の方に比べるとどうしても非力な部分が多いので、こういう風に長さがある工具だとしっかりトルクをかけることができるのですごく便利で助かってます。利根さんの工具は結構コスパが良くてですね、便利だけどもすごく安いものがたくさんあるので、個人的にはすごくお気に入りのメーカーさんです。なので皆さんもこの工具欲しいなっていうものがあったら、まず利根さんとかで買ってみるといいんじゃないかなと思います。スナップオンとかはねめちゃめちゃ高いので、多分同じようなこういう超ロングストレートメガネレンチとかを買おうとすると2倍3倍ぐらいの値段がしてしまうと思うんですけれども、利根さんの工具は安くてでも使い勝手が良くてっていうものが結構あるので、すごくおすすめになってます。ちなみに前の動画の最後のおまけコーナーで利根の超ロングストレートメガネレンチ買い足しちゃいましたっていう話をしたと思うんですけれども、ドラシャの硬いボルトを外す時に前までこの超ロングストレートメガネレンチと普通の利根のメガネレンチのこの2つで、緩めてたんですけれども、どうしても比べてみて分かる通り長さが全然足りないので、こっちで押さえてこっちで回したりとかする時にこっちの短い方を持ってる手が痛くなっちゃうことが結構あったんですね。なので今回こちらの超ロングストレートメガネレンチ、ほとんど長さ変わらないので買い足して、これでしっかりこういう風に手も痛くならずしっかりトルクをかけてボルトを緩めたり締めたりすることができるかなと思います。メガネレンチはね結構何本持ってても困らないと思うので、すごくおすすめの工具になってます。はい、ということで1234566点の、工具紹介でした。今回はハンドツール編ということで、ラチェットとかペンチとか電装品で使うものとかそういったものの紹介を主にさせていただきました。ちょっといろいろな、紹介してくださいっていうものの種類が多かったので、次回は、電気系とか電動系の、工具とかを紹介していきたいと思います。他にも何かこの工具の名前とか使い勝手知りたいよっていうものがありましたら、ぜひコメント欄に書いていただけると次回の工具紹介の時とかに参考にさせていただきますので、ぜひぜひコメントの方よろしくお願いします。どうだろう、参考になったでしょうか。私の拙い説明で皆さんよく分かったかな。ちょっと説明が苦手なので、もうちょっとちゃんと説明できるように頑張ります。はい、ということで今回はおすすめ工具紹介ハンドツール編ということで動画の方を撮らせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それから各種 SNS も概要欄にリンク貼ってあるので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。イエイ。